ご視聴ありがとうございます。今回は長野電鉄の2大看板車両乗り通し後編です。前編で乗った1000系湯煙とは一味違う車内、そしてお得な個室は必見です。終着駅の魔改造と、かつて活躍したもう一つの車両にも注目です。前編をまだ見ていない方は概要欄から見てくださいね。今回の内容がこちら。チャプターも参考にしてください。ここは前編で最後に着いた長野電鉄長野線の終点、湯田中駅です。この駅の周りにも温泉宿がありますが、さらに有名な観光地が数キロ離れたところにある志賀高原です。スキー場もあり、駅舎内のモニターでもひたすら宣伝されています。志賀高原は音楽にもなっており、列車の到着時にメロディーが流され、旅情を盛り上げます。ちなみにこの曲、歌詞もついています。2100系スノーモンキーが到着です。そして前編でもご紹介した通り、この駅に2つあるホームのうち、使われているのは向かって左側だけです。右側は線路から中途半端に離れており、車両にほとんど接しない位置にあります。列車に乗る前に、この車両と湯田中駅の歴史を解説です。2100系が長年にやってきたのは、2011年。1000系湯煙が2006年に導入されているので、その5年後です。この2種類が導入される前、特急列車は2000系での運行でした。小布施駅の横に止まっていた、あの車両です。1957年から64年にかけて製造され、一地方私鉄だった長電が自社で発注した車両としては、快適で優れた車両でした。デビューから50年近くが経ち、老朽化も進んでいたことから、後継車両への置き換えが決まります。2006年、1000系が登場したことで、停車駅の少ない A 特急から撤退。そして2100系の登場で、11年には停車駅の多い B 特急からも撤退しています。2100系はもともと JR 東日本の253系です。特急成田エクスプレス用の車両で E259 系のデビューで余ったものでした。全部で2編成導入され、内装は基本的にそのままとなっています。私が乗る編成は外観もそのままで、成田エクスプレスの略称のネックスが長野電鉄の NER になったり、ロゴが貼られただけである一方、もう一方の編成はオリジナル塗装です。当時運用されていた車両よりも大型の1両あたり20メートルの車両でしたが、2003年までは同じサイズの大型車があったのに加え、かつて長電には国鉄からの直通列車があったため、特段問題はなかったようです。一方、この当時の湯田中駅は、今とは大きく違います。これが前編の最後で触れた、湯田中駅の魔改造です。勾配の終端にあった湯田中駅は、もともと平坦なホームを確保するのが難しい場所でした。車両の大型化に伴ってホームを伸ばすことになったものの、勾配を避ける必要があったため、本線の両側に線路とホームができました。赤いところが勾配にかかっており、両数が多い列車が到着するときは、一度駅の先の引き上げ線に進み、それからスイッチバックしてホームに入っており、出発するときはその逆です。そのやり方で数十年運用してきた湯田中駅が大改造されるのは、2006年9月のことです。そのきっかけが、前編で私が乗ってきた、1000系湯煙の登場です。この車両はそれまでとは異なり、先頭の展望席の上に運転台があります。そしてこの運転台は、車内からはしごを使って行き来する構造です。スイッチバックのために進行方向を変えるには、運転台を出て客室に降り、車内を反対側まで移動、運転台に上がる必要があります。展望席以外はハイデッカー構造で階段があり、通路も狭いこの車両。当時特急で運用されていた2000系に比べ、スイッチバックに時間がかかるのは明らかでした。この駅には跨線橋もなく、2つあったホームの行き来は構内踏切を使う必要があったため、スイッチバックの最中にもう一方の線路で列車を発着させるのは危険が伴い、現実的ではありませんでした。そして線内で行き違いができるのは、3駅離れた信濃竹原駅。ダイヤ状のネックになるため、スイッチバックが不要になるよう、1ヶ月かけて改良が行われました。駅舎からせり出したところに新しいホームを建設し、長野方面からやってきた線路と無理なくつなげました。駅舎とホームが微妙に離れているのはそのためで、改札の正面にはホームまでの通路があり、この下には古いホームの遺構が残っています。
逆側のホームが線路に対して沿っているのは、線路が完全に引き直されたからです。また、駅の先にあった折り返し線は、踏切とともに廃止されています。今の駅舎は、バスとの連絡のために、1955年に建てられたものです。かつては柱の間にタクシー待ちの列があったそうですが、この日は平日なので人は少ないです。線路を挟んで反対側には旧駅舎があり、今は鉄道施設としては使われていませんが、中にも入れます。新駅舎とは異なる木造の建物で、国の登録有形文化財になっています。改札の横には、長電の鉄道娘、朝日さくらの看板があります。鉄道娘は、鉄道に関する職場で働く女性がモチーフのキャラクターコンテンツで、実在する鉄道会社の制服を着ているのが特徴です。朝日さくらは19年5月にデビューした新しめのキャラでありながら、21年の鉄道娘15周年の総選挙で第1位に輝いています。長電も宣伝に力を入れており、各種グッズが駅の窓口で販売されているなど、鉄道娘の中では会社の押し出しが強いキャラです。前編の長野駅のカットにも、隅に映っています。あの手この手で増収を図りたい地方私鉄にとって、こうしたキャラクタービジネスは大事な収入源です。列車に乗ります。2100系は3両編成。展望席以外はほとんど同じ1000系に対し、こちらは車両によって設備が違います。デッキの横には、もともと空港利用客向けだったスーツケース置き場が。座席は特急列車らしい回転式シートではなく、半分ずつ向きが異なる固定式です。車両の中央を向いているので、集団見合い式と呼ばれる配置です。背もたれの角度はそこそこ深いですが、リクライニング機能はありません。真ん中だけはグループ利用もできそうですが、テーブルがあまり大きくないのがデメリットで、肘掛けから出せるテーブルもありません。窓は2席ごとに1枚で、カーテンも同じです。長電の自由席特急料金は100円均一ですが、成田エクスプレス時代は A 特急料金と呼ばれ、JR 東日本の中でもかなり高額だったため、乗客からはそれなりに不評だったそうです。一方荷物入れがこちら。この車両のは蓋付きで、飛行機の荷物入れにも似たような設備です。ダンパーがついており、開けるときにゆっくり棚が降りてきます。3号車と隣の2号車がこの内装で、通路の途中には、かつてトイレだったスペースが、1000系はトイレのない車両だけで4両編成を組んだのに対し、こちらはもともと3両編成だったので、洗面台と合わせ、未使用スペースとして封鎖しています。一方、1号車は大きく違います。この座席は2名掛けのリクライニングシートで、進行方向に合わせて回転できます。一方この車両、荷物棚には蓋がありません。この車両が他とは異なるのは、もともと1両丸ごとグリーン車だった車両、黒253型のうち、ドアとドアの間を普通席に格下げした黒派253型だったからです。元の座席は2列足す1列の横3列で、左側の座席の台座がずれているのがその名残です。一方この車両、座席と窓の配置が合っておらず、座席の位置と進行方向によっては、展望が悪くなります。台座の位置は同じようなので、グリーン車時代からこうだったのでしょうか。そして黒派という名称。普通席とグリーン席のハイブリッドで、グリーン席に当たる部分が後ろ寄りにあります。これが、その個室指定席です。座席はこのサイズ感で、最大4名で使えます。ここだけは荷物棚も蓋付きで、専用の LED 式案内表示器も完備。個室なので、もちろん扉は閉めることができます。発車時間になりました。21年7月より、個室指定席料金が1000円から1200円に値上げされるとともに、公式サイトでの事前予約が可能になるなど、利便性が向上しました。座席は背もたれと座面が電動で動くタイプで、快適な座席をもっと快適にできます。座席に気を取られがちですが、荷物棚はカーペットが敷かれており、普通車の荷物棚とは大きく違います。また、扉の左右のガラス窓はスイッチで曇りガラスにできるなど、プライベート感を演出する仕掛けも満載です。湯田中から信州中野までの急勾配をひたすら爆走します。途中駅に止まらない A 特急に対し、11年2月までは B 特急はこの区間で各駅に止まり、特急料金なしで乗れる特例がありましたが、
同月のダイヤ改正で停車駅の区別がなくなり、特例も廃止されました。この改正に合わせ、特急車両の運用の区別がなくなり、A、B ともに1000系と2000系が使われるようになりました。2000系はほどなく特急運用から引退し、2100系に交代するなど、長電が大きく変わった時期でした。信州中野を発車です。かつて公衆電話があったスペースは、携帯電話用のスペースとして残っています。他の車両を見てみます。座席の配置と窓割りが合っていない1号車、10列目は上り列車で割と眺めがいいですが、リクライニングを全開にした時に景色が一番よく見えるのは6列目です。ちなみに下り列車の場合は、7列目がおすすめです。一方、2、3号車がこちら。窓の上下の寸法は短く、カーテンは2列で1枚なのがあれですが、カーテンの3がないため、眺めは割と良いです。なお、中央がこんな感じで、グループならここを使うのも良さそうです。小布施に到着です。そしてこの駅にあるのが、先ほども触れた2000系の保存車です。左後ろの踏切から誰でも入ることができ、歩きやすいようにマットが敷かれています。セミモノコックの軽量構造のため、角がなくて丸いデザインが特徴です。赤とクリームの2色塗装から、リンゴという愛称で親しまれていました。開放されている間は車内にも自由に入れます。車内の様子がこちら。2列ごとに向かい合わせとなった固定式の座席です。戦後、旅客需要が増大する中で製造された初代1000系や1500系は保守的な設計で、性能不足や旅客サービスの低さが課題でした。しかも通勤型車両として製造されていたため、全席ロングシート、1時間強の乗車時間となる観光輸送には、まるで向かない車両でした。戦後に発展した志賀高原へのスキー客輸送のため、本格的な特急型車両が必要になり、57年から64年にかけ、2000系4編成が日本車両で製造されました。55年に登場した名古屋鉄道の5500系を参考にしており、1両あたり18メートルの車体に、2扉クロスシートという構造も同じです。3両編成のうち、両端の先頭車にモーターがあり、中間の1両はモーターなし。中間車を増減して両数を変えられるようにしていたそうですが、基本的に3両編成で運行されていました。先頭部に扉がないため、運転台周りは広々としています。なお、乗務員室は立ち入り不可です。保存車両の場合、運転台が荒らされていたり、最初から機器類が撤去されている場合もあるので、これほどの状態を保っているのは珍しいです。座席の座り心地はちょっと硬め、バネがへたっているようなことはありませんでした。リクライニング機能はないですが、程よい傾斜がついているため、1時間強の旅なら十分快適そうです。一方車内に入れるのは長野寄りの1両だけです。隣の車両を窓越しに見ると、座席の配置が違うのがわかります。ドアの間の座席は2100系の2、3号車と同じ集団2愛式の配置です。登場当初は回転クロスシートでしたが、後に固定式に改造されたそうです。そして、つり革が一切ないのが特徴です。普通列車にも充当されていたようですが、つり革なしで大丈夫だったのでしょうか。パンタグラフの周りには草が生え、ちょっと心配な感じではあるものの、全体に屋根がついた環境だけに末永く残るといいですね。沿線の果樹園が少なくなり、住宅が増えてくると、須坂駅に到着です。なお、信州中野から須坂までの途中駅のうち、11年2月までは、北須坂にも B 特急が止まっていました。ここで乗務員が交代します。須坂を発車、再び村山橋を通ります。元の橋があった場所には木がないので、線路脇のスペースが空いているのが特徴です。橋脚などはすでに撤去されたのか、痕跡を見つけることはできませんでした。旭駅を通過です。11年2月のダイヤ改正で、北須坂と交代で停車駅になったのがこの駅です。かつては有人駅でしたが、21年7月に終日無人駅になっています。前編でも通った信濃鉄道と北陸新幹線との交差部分。列車に出くわさないのが残念ですね。地下区間に入ります。光が差さなくなることもあり、一気にプライベート感が増します。最後の通過駅、市役所前を通過。長野駅では、
両側にホームがある線路に到着です。上り列車では右側のドアが開き、車内整備を終えてから逆側のドアを開けるようです。行き先表示器がこちら。車両によって幕式と LED 式があるのは、技術が進歩したことに加え、LED 式の方が機器が薄く、荷物棚を大きくできるからです。大きく異なる2つの特急と、今でも残るもう一つの特急。乗り比べするのも楽しそうです。ご視聴ありがとうございました。